ははは。マイクチェック、マイクチェック。マイクいかがでしょうか？聞こえますか？マイクチェック、マイクチェック。マイクどうですか？聞こえますか？今日ね、ちょっとね、新しくこれマイクをつけてみました。ということで、では、始めようかなと思います。一人でいる夜にトークアットナイト。これ、よいしょ、ジングルを入れようかな。足が見えなかった。はい、こんばんは、踊る夏子です。タップダンサーで振付家で、NPO 法人足音でつながろうプロジェクトの代表をしております。こんばんは。ですね、これ告知もなくいきなり始めているんですけれども、毎週日曜日の夜、23時から23時30分の間、ここに来て、一人で喋っております。はい。これね、多分今日6回目ぐらいになるかと思うんですが、きっかけとしては、今コロナでなんですかね、こう飲みに行って誰かとお話しすることもできないし、なんか一人でいる夜に誰かと喋りたいなと思って、始めた番組です。で、特に何を話すということも決めていなくてですね、バーで働いたりとかしたことは若い時にね、よくしてたんですけれども、お客さんっていうのはその日に来て、今日こんなことがあってさ、とか、取り留めもなく喋って、そうなんだとかっていろいろお話しして、帰ってくる。その逆バージョンですね。私が今週してたこととか考えてたことなんかをお話しして皆さんに聞いてもらうという感じになっております。どうぞよろしくお願いいたします。でね、今これジングルでちょっとここで踊ってるんですけど、今ね、足が見えなかったんでもう一回踊ろうかな。こうちょっとこうして、これで見えるかなね。ちょっと失敗したはいはい。ということで、ではね、ちょっと今日してたことなんかを喋ろうかなと思います。ですね、今日は、久しぶりに神奈川はいいお天気だったんですね。今週ずっと雨が降ってたんですが、今日は本当にいいお天気で、実は今日は足音でつながろうプロジェクトのメッセンジャーという若者たちと一緒にピクニックの撮影だったんですよ。ピクニックなんですけど、その様子を撮影していたんですが、だったので、今日晴れるかな、どうだろうって思ってたので、いいお天気でね、よかったです。で、今もやはりまん延防止地域、まん延防止なんとかコロナのね、緊急事態宣言には神奈川はなってないんですが、まん延防止地区かなってなっているので、もちろんいろいろな制限が、福祉施設の人たちはかなり制限の多い生活をずっとされてるんですけれども、ピクニックは森の中でね、離れたところにシートを敷いてお弁当を食べ、でもたくさんいい空気を吸ってね遊んだんですけれども、その中でね、何が楽しかったかというとですね、みんなで手つなぎ鬼とだるまさんが転んだと、あと氷鬼をやったんですよ。そうだ、そもそもメッセンジャーとは誰のことだろうって思ってらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、私がもうそうですね、13年ぐらいからかな、今いる彼らは2013年ぐらいから福祉施設の中でタップダンスセッションを始めた時にいたメンバーが多いんですが、で、福祉施設を利用しているということは、高校だったり支援高校だったりを卒業した後で、福祉施設に入所した、就労支援施設に入所した若者たちなんですね。で、今も、平日はカフェとかパンを作る
ところで働いていたりするんですけれども、で彼らの余暇活動としてタップダンスを施設の中でやってたんですね。でその彼らが今はもう外の私たちの練習会に来て、タップダンスを他の人に案内してくれる役割を担ってくださってる。で、彼らをメッセージを伝える人という意味でメッセンジャーって呼んでるんですけれども、とにかくその人らしさっていうことを満載な素直なその人らしさっていうのをスポーンと伝えてくれる人たちだなって私は思ってるんですが、彼らは私の娘と同世代なんですね、20代で。でもううちの娘も一緒に行ってるんですけど、そこで今日もう目いっぱいその手つなぎ鬼とかしたんですよ。で今日はね親御さんたちもいらしてて、何人かお母さんたちもいて、お母さんたちも一緒にやりましょうよって誘って、いやだけどね、大人になって思いっきり走ったりとかしてますね。いや結構そんなに思いっきりキャーとか言って逃げたりしないじゃないですか。でそれを目いっぱいねなんかこんぐらいでいっかってテロテロ走ってるんじゃなくて、もうみんな目いっぱい走るんですよ、それがまた。で今日はねものすごいいっぱい走りました。あんな真剣に走ったのいつぶりかな。でとにかくすごい広い広場でやってたので、鬼になるとね大変なんですよ。氷鬼をやったんですけどね、氷鬼っていうのはポンってタッチした人が固まってて、で他の人がタッチしてあげると氷が溶けて逃げられるんだけど、鬼が全員タッチしてみんなこうなっちゃったら鬼の勝ちっていうねことなんですけどはい、いつもありがとうスマイティ。Thank you for message スマイティ。忙しいんだね。はい、コメントくれた方がいて、はい、それで氷鬼なんかやってて、氷鬼のね鬼がほんと大変だったんですよ。何人いたのかな、全部で13人いて、参加してる人が10人ぐらいいたのかな。10人ぐらいいて、氷鬼1人の鬼だと大変なので2人の鬼にして、走り回ってタッチしてったんですけど、いやもうね私も足がガクガクですよもうぜいぜいして、でもねすごい楽しかったなと思ってずっと笑いながら喋ってじゃない笑いながら走っていました。でそのお母さんたちもね参加してくれて、お母さんたちと私同世代なんですよ。ちょっと年上かもしれないけどほとんど同じぐらいなんですねちょっと一緒に走ってくださいよってでお母さんたちも意外と私走れるんだなって言ってて、そうですよ走れるんですよ。ただねそんな風にキャーって言いながら追っかけられるって言って逃げることってないじゃないですか。いやー楽しかったですよ。こんな風にね遊んだのいつぶりかな。子育てですごく子供たちが小さい時、幼稚園生とか小学生とかぐらいまではそうやって原っぱでね一緒に遊んだりしてましたけれどもね、子供ももう中学生とか高校生とかになるとそんな風に遊ばないですよね。だから10年以上ぶりかな。で私意外と踊ったりはねすごいするんですけど、踊るからってスポーツが得意なわけではないんですよ。あの何が違うかっていうと、スポーツは競争なんですね。速く走った人が勝ちとか遅い人が負けとか、スポーツは必ず競争なんですよ。ボールにしてもちゃんとあそこに入れて点が入ると勝ちとか、ちゃんとできたかちゃんとできなかったかっていうのが明確に決まってて、すごいできる人とできない人が
明確にこう差が出るのがスポーツなんですね。で、私はスポーツはね、苦手なんです。はい。走るのは別に嫌いじゃないし、そうですね、中学校の時とか中距離800メートルとか得意でしたし、あの、なんだよ、自分に対してストイックに、もっといけるかもってするのは別に嫌いじゃないんですけど、その人と競争するっていうのがね、どうもね、なんか好きじゃないっていうか、興味がないんですね。競争しなきゃいけないんだったら別に私それやんなくていいやって思ってしまうんですよ。だから競争する気持ちがありませんね。うん、なのでスポーツが向いてないと思います。で、ダンスは競争ではないんですよ。で、またスポーツと何が違うかっていうと、競争じゃないってことも関係あるのかな。とにかく自分の体を自分が思う通りに動くために鍛錬したりするっていうのは、誰かとの競争ではなくて自分の中の競争なんですよね。自分の中のこう理想のあれができるためには、こういうふうに筋肉を作るといいなとか、もっとこういうふうにするともっと楽に動けるんだなっていうためにこう鍛錬をしているので、その楽にできるっていうのがポイントなんですよ。こうするとこんなに楽にできるんだっていう感じで練習をしていくので、最終的にはすごくリラックスして力を抜いた状態で素早く踊ったりできるっていうのがダンスですよね。それだってすごい疲れるようなね、長い時間とかものすごく激しい運動もありますよ。もうぜいぜいしてなんか肺がパンクするんじゃないかっていうダンスもありますし、夏なんかはもう稽古してたらずっともうドバーって何リットルも汗かいて、歩いて下がびしゃびしゃになるぐらい汗かくので、そんなになんですかね。はい。ブログスさん。CH ブログスさん。はい。ありがとう。Thank you for your comment. はい。で、なんで、なんだろう、やってることはスポーツと変わらないのかもしれないけど、なんだろうな。メンタルが違うのかな。競争じゃないってところですかね。はい。今日はそんな感じだったんですよ。ね。なんか皆さんのね、周りでも結構コロナで今、ね、変異株で、なんかこう心配なニュースもね、随分あるみたいなんですが、日常生活はね、どんな風に送られてますかね。私は基本的にずっとこの部屋にいて、基本的にここで踊りを作ったり、練習したり撮影したり編集したり、ピアノ弾いたり、あとにかくほとんどここの部屋にいるんですよ。ここの部屋かうちの裏庭ちっちゃい裏庭があるんですけど、そのちっちゃい裏庭で日向ぼっこというか、風を浴びながら事務仕事パソコンしたり、でなんかあんまりね出かけることもなくて、ほとんどここで全部済んじゃうんですよ。ね。で、だからこう、今日みたいにピクニックなんてことは、いつぶりでしょうね。なんかそうやって人に会ってわーってするようなことがほとんどなくいるので、練習会、月2回の練習会と今日のピクニックぐらいな感じですかね、人に会う機会が。はい、そんな風ですよ。だから楽しかったな楽しかったよ。なんですかね、コロナがね、これだけこう猛威を振るってというか、人がこう積極的にいろんな人と直接会ってご飯食べて飲み行っておしゃべりしてみたいなことがねできなかったりして、
あ、リクエストだ。ストリームの終わりでつま先をさようならを小刻みに動かすことができますよ。できますよ。はい。最後にやりますよ。OK。はい。そうそう、この番組見てくださってる方にはね、結構、足フェチの方が、足が大好きっていう方がいっぱいいらしてね。私も自分の足好きですし、あとこれね、ハイヒール結構履いてますけどね。もうこれタップシューズなんですよ。ね、こういう風に、タップシューズってこういう風になってて、この金具があるから音が鳴るんですけれども、もうそれで足大好きっていう方が、タップダンスにね、詳しいんですよ、これがまた。すごい古い時代の、このハイヒールタップダンスが流行ってた時代があるんですね。女の人たちがみんなこれで、ラインダンス張りにたくさんの人数で踊ってるものもあれば、ソロで歌いながら踊ってる人たちのとか、まあ素晴らしいんですけど、あの時代のダンスをコピーして真似しようと思っても、できないですよね。できそうなものもありますよ。群舞だったりとか、今のタップダンスの基礎になってるような本当にこう繰り返しのルーティンをやってるようなものもあるんですけど、ソロの人の歌いながらやられてるのはね、真似できないですよ。しかも歌もうまいんですよ。いやー素晴らしいなと。アンミラーとかですね、私が好きなパンチのあるリズム、タップのリズムがとにかくパンチがあるんですよ。パンチが効いてるんですよ。でね、全然かなわないな、すごいなって思いますよね。はい。で、何の話してたんでしたっけね。そう。足フェチの方が多いので、あの、足でバイバイしてねっていうリクエストが入ったので、最後にね、裸足の足でバイバイってしようかなと思います。はい。なんか話がどちらかっちゃったな。なんかその前になんか話してたことを忘れちゃったんだけど、そうですね。こうやって直接会う機会がなくなっちゃったけれども、ちょっとね、最近この YouTube の、アナリティクスっていうところで、どこの国からこのチャンネルをみんなが見てくれてるかっていうのを調べることができるんですけど、そこちょっと見てみたら、すごい面白かったんですよ。日本人が25%、アメリカが20%、で、その他のいろいろな国々が、20%ぐらいで、あと30%が国名のわからないその他の国々。っていうことは、つまり、それ33%だから、50%が外国違うや、50%じゃなくて、80%、75%が、ここ私今日本ですね。ここ日本です。This is Japan かな。This is Japan だけど視聴者ってなんていうのかな、見てる人たちは75%が外国の方だったんですよ。で、この番組今私日本語で喋ってるじゃないですか。だけどコメントくれるのは外国の方が多いんですね。これどういうことなんだろう。ありがとう。で、すごいなってなんか思ったんですよ。私は直接会える人が少なくなっちゃって、こう直接会った人からこう踊りを通してエネルギーをもらっていたので、去年ほんとちょっと元気がなくなっちゃって、この春とか鬱になってたりとかしたんですけど、でもね、そんな75%がアメリカを含むいろいろな本当に全世界の誰かなんですね。これってどういうことなんだろうな、すごいなと思って。だから実は世界はね、本当に今つながってるんですよ。で、これも後で自動翻訳っていうので、私が喋った言葉を自動で日本語にして、それちょっと手直ししないと私の発音が悪かったりしておかしなことになってるので、全部ちょっと入力し直すんですけど、でその後それを同時翻訳で英語にすると英語になるんですね。
でそれをみんな見てくれるっていうことに、ね、なってるんですよ。ね、なんか面白いですよね。だからコロナであれもできないなこれもできないなとかいろいろ思うんだけれども、こうやってできるようになっていることもあるっていう、そっちを見てね、いろいろやっていこうなって思っています。はい。じゃあちょっと次ね、本の紹介するから切れ目でなんかちょっと踊りますかね。なんかね、踊ってっていうリクエスト多いのでね、何を踊ろうかな。またジングルですかね。変なジングルになったはい、なんかちょっと適当にやりすぎてるかもしれないけど、はい、それではね、ここでちょっとね、本の紹介をいつもしてるんですよ。で、今日はね、今週ちょっとあんまり読み切れてなくて、この本紹介したいと思います。これは実は本ではなくて報告書なんですね。2020年度の報告書で、足音でつながろうプロジェクトの、一員でもある石畑愛さんという方が編集されてる報告書なんですが、これは静岡県浜松市にあるクリエイティブサポートレッツという認定 NPO さんの試みなんですね。で、どういうことかというと、重度知的障害のある方が一人暮らしをするためのサポートで、グループホームじゃなくてシェアハウスなんですよ。シェアハウスに、一般の人もゲストハウスとして利用することができるシェアハウスに、重度知的障害のある方が週に毎日ではないんですね、週に3日とか8日暮らす。実家を離れて、例えばご家族が、ね、亡くなった後、親亡き後の子供の生活をどうしようっていうのは皆さんすごく考えられていることだと思うんですけど、その一つの選択肢の一つとしてされてるそのシェアハウスのね話なんですよ。で、これが何が面白いかっていうと、一般の方がそのゲストハウスに宿泊できるんですよ。で、だから単純に障害のある人と支援者だけがこう規則的に暮らしてるわけではなくて、そこに一般の人も来て泊まって、ご飯食べたりそれぞれ別にご飯食べたりもするんだけど、とにかく出会うことになる。で、これすごく面白かったな。まだ読みかけなんですが、そのゲストハウスに泊まった人の感想も書かれてるんですよ。で、やっぱりいろいろ迷いがね、こう見てると、こういうふうに規則正しく、こういうふうにしなきゃいけないんだなって見えることもあるし、ここまでしてあげるんだなって見えることもあるっていうようなことが正直に書かれてたりして、で、これね、なんかおすすめしても皆さんが買って読んだりはできないと思うんですけれども、でもホームページで見れると思います。認定 NPO 法人クリエイティブサポートレッツで検索されてみてください。で、これで言ったらいいのかな、このたけし文化センター連雀町で検索したら出てくるのかな。これですね。なんかこれで検索するとどういうことが出てくるかなと思いますので、よかったら検索されてください。で、私の知り合いの方にはね、これどんどん回し読みしていってるところなんで、私が読み終わったらもう次何人も次読みますっていう人がいるので、なかなかまだお友達じゃない方にこれが回るのはすごい遠い先の話になっちゃうかもしれないんですが、ちょっとねこの話を紹介します。はい。でもこれ持ったまま話そう。なんかその重度知的障害ってどういうことかっていうと、まず言葉を
発さない方が多いかな。で、言葉を発さないと、意思疎通が難しいと思われていると思うんですね。まあ実際そうですよね。私も外国に行ったりして言葉が通じない時に、ああどうしようこれどうやって伝えよう困ったなっていうことはもちろんあるし、で、まあなんかその時にも分かったんですけれども、その言葉が話せないってことは言いたいことがないわけでもないし、相手の言うことが分かってないわけでもないんですよ。このことを間違えちゃいけないなっていつも思うんですね。言葉を話さない人が何にも分かってないって思いがちだと思うんですけど、でまあ一番分かりやすく言うと外国に行った時困るよねっていうのがまあ一般的に分かりやすいかなと思うんですけど、あと他にもその知的障害っていうのは何かこう連絡がうまくいかなくて、考えていることが言語として出ないだけとかね、なんかそういうことだったり、あとはその感覚が平均的な人と違うために起こる混乱とか、他の人たちから見たらこだわりって見えるとか、まあいろいろあると思うんですけど、で、私そんなにね、その障害の種別については詳しくないので、どの辺が重度でどの辺を軽度っていうのかとかはちょっとあんまり分かんないんですね。本当のところ言うと分かんないんですけど、まあ、とにかく意思疎通が難しいって思われてる人たちのことだと思うんですね。うん、でなんかそのあれですよね。まあ、身体障害っていうのは見て分かりやすいじゃないですか。例えば手がないなとか。けど知的障害って見て分かりにくいこともありますよね。うん、こう一般的に普通の人に見える人が実はそういう困難を抱えてるかもしれないんだけど、それがこう分かりづらいんだろうなって思うんだけど、でそういう中で実はグレーゾーンの人って言われる、自分は障害じゃないと思っている、これが障害じゃなくてそれが自分であるとしか思ってない場合、家族とかもそういう場合があると思うんですね。でそういう人が結構たくさんいて、実は苦しいんじゃないんだろうかっていうことをよく思うんですよ。でなんでそれが苦しくなっちゃうかっていうと、こういうふうにして当然でしょっていう何かがあるために苦しいんだろうなって思うんですね。それは私自身がずっとなんかそういうこうあるべきみたいなことに割と抗ってきたというか、まあ自分が競争がそういう嫌いだったりとか、何かこう自分がこうしたいなって思うことがそんなのはどうのこうのって言われることも多かったし、そうあとね私言語障害になったことがあるんですよ、一時的に。ちょっといろいろ細かい話を省きますけど、あのこう何かちゃんと酸素のいかない状況っていうのがあって起きて、でその後の2、3日ですかね、とにかくずっと眠りこけてたんですけども、目が覚めた時に何か喋ると思ってることと違う言語が出てしまって喋れなくなったことっていうのがね一回あるんですよ。でその時にうわって自分でうわって思って、なんか全然違うこと言ってるって思うんだけども、こう連絡がうまくいってなくてちゃんと喋れなかったことがあったんですね。でもそれ本当に3日ぐらい眠った後にあの治ってたんだっけな、ちょっとずつ喋ってみたら大丈夫だったのかとかちょっと忘れちゃいましたけど、でその後でなんか脳に関する本とか結構読んだんですけど、まあ脳のことって本当に解明されてないらしくって、で使ってるところが本当にすごいちょっとで、なんか少ししか使ってなくて後の部分が余ってるらしいんですよ。
よくわかんないんだけど。で、なのでそうやって一時的に傷ついてもなんか回復してまた別のとこを使うのか何なのかわからないけれども、まあ回復したりするんですよね。で、だから諦めなければ何か別の回路がつながって何かの連絡がまたうまくいくとか、元に戻らないにしてもまた新しい何かが始まるとか、そういう可能性をね、人の体は持っているんだなって実感してるんです。はい。で、なので、なんて言うんですかね、コースを分けられちゃうみたいに、知的障害の人はこっち、障害のない人はこっちっていう分け方そのものに無理があるよなって思ってて、誰でも私みたいに一時的にそうやって、あれ言葉が、言ってる言葉と思ってることが全然違うことが出ちゃってるっていう状況になる可能性はあるし、そうなった時にでも考えてないわけじゃないんですよ。自分で分かってるんですよ。思ってるのと違う言葉が出てるって。ね、誰でもそういう風になることがあるんだよなって思っています。なのでね、まあなんか割と知的障害の人がとかって言ったりするけど、今現在の社会で知的障害って言われているっていうだけだと思います。それが別の能力かもしれないってことは一緒に踊ってる時に思うから、まあそれでね、こういうのもとても興味を持って私は読んでいます。いつか自分がもしそういう状況になった時にどういう生活を送れるんだろうなって本当に自分のこととして考えておきたいというか、世の中をね、なんかそう自分が何かこう動けなくなってから、いやあなたはこれを食べなくちゃいけませんとか、あなたはこうしてなくちゃいけませんとかって言われてもう抵抗できないじゃないですか。だからそうなる前にいやいつでも私は私らしくいたいんだよねっていうことを誰もが言えるようにしておきたいなっていうのをね、すごい思ってます。今こうやって自由に毎日踊って私はこれがしたいんだってことをしている、この生活をずっとしてたいんですよ。でも自分がそうしてたいんだったら他の人もそうしてないと自分が弱った時にできなくなるってことだよねっては思ってるんですね。はい。ということでね、あっという間にもう23時33分ですね。なんか熱く喋ってるうちに終わってしまいますね。はい。こんなことでね、毎週話しに来ています。で、今日初めて見てくださった方ももしかしたらいるのかな。今ね、やっとね、360人になったのかな、今日。はい。このチャンネルも2008年ぐらいから、舞台の記録だったり、その日のクラスのステップの記録なんかをアップして使ってたんですけど、去年ね、コロナになってから、結構毎日タップのステップを発信したり、タップダンスに触れてない人にタップを届けるっていう活動をずっとしてきたんだけど、それができなくなっちゃったので、YouTube から発信しています。1000人に早くなるといいなって思ってるので、よかったらぜひね、チャンネル登録をしてください。とても励みになります。そして今日私がね、お話しした足音でつながろうプロジェクトの方でも、足音でつながろうプロジェクトで検索していただくと、YouTube チャンネルあるんですね。そこで、今日一緒にピクニックしてきた若者たちが本当に弾けて踊る、映像作品がね、たくさんあります。で、今、全国をつないで、今日公開されたのが山形県で、やはりそういうグループ、ヒップホップのグループなんですが、知的障害のある若者たちとヒップホップダンスをやっているチームの発表だったりも、一つのね、カッパブギウギっていう演目で今回してて、そういう映像も上がってますので、よかったらぜひ見て応援してください。
ということでね、じゃあね、おしまいに、裸足でバイバイをしてほしいということだったので、ちょっと、靴で踊ってからかな。ここ、よいしょして、よいしょ。裸足でバイバイをしてほしいってことだったから、裸足でバイバイをしますよ。よいしょ。はい。よいしょ。それでは、皆さん、さよなら、さよなら、さようなら。わかる人いるかな？淀川流さんでした。ということで、踊る夏子でした。皆さんも明日から楽しい1週間をお過ごしください。それでは、またね